で梅雨でね雨がたくさん降るとは言っても、それでもやっぱ基本的に暑い時期なので、水のあんまりいらない木といる木はちょっと離してる方が無難かなと。もう全然違う場所に置くとかね。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4004代目北谷隆一です。今回はですね梅雨の時の管理、注意点をご説明させていただきます。梅雨となると当然雨が多いんですけども、日本特有のね、海外の方も見られてるんで、日本の6月は結構雨が多いという感じなんですね。で雨が多いということはやっぱ日差しも少ないですし、雨でね水しっかりかけられて、あんま乾かないということなんで、木によってはちょっと注意がいるのかなというとこもあります。代表的なとこ言いますとそうですね、ちょっとモデルがあるんで、これ寸松っていうね、松の一種ですけど、こういうちょっと弱ってるんですね、植え替えて。僕は今年植え替えたんですけど、で弱ってる雰囲気もちらほら出てて、こういう子にはあんまり水が行き過ぎない方がいいかなという感じはあります。なんであんまりにも雨が長く続くんだったら、雨が当たらないちょっとね軒下とか上に軽く屋根があるようなとこに一時的に避難させるのもいいのかなという感じもありますね。と、それに比べてこちらね、もうめちゃくちゃボーボーな、これも黒松ですけども元気いっぱいな、芽切りしたらまた雰囲気変わりますけど6月なんで、ただ芽切りしてない状態とかだったら、例えばこの2本をね一緒に置いとくと、もう水の必要な量がもう全然違うんで、あんまりこういう水のあんまりいらない木といる木はちょっと離してる方が無難かなと。もう全然違う場所に置くとかね、乾きやすい子は乾きやすい子だけで集めるとか、そういうふうにはした方がいいのかなと思います。で梅雨でね雨がたくさん降るとは言っても、それでもやっぱ基本的に暑い時期なので、その梅雨の雨の合間のね晴れた日がやっぱり 2,3 日続くとかも当然あるんで、そういう時はもうなんぼ雨が前後いっぱい降ってたとしても、やっぱ乾いたらやるっていうのはもうしっかりと守っていただいて、最近すごい雨が多いから少々水やらんでもええかってほっとったらちょっと命取りになる可能性もあるんで、そこは気をつけてくださいと。あとやっぱ雨が多いとこの暖かい時期は病気とかね虫とか結構いっぱい出てくるんですけども、薬剤散布するにもやっぱ雨が降ってたらなかなかできないと。で長雨の間にしっかりその虫とかにねやられちゃうみたいなこともあるんで、雨でそういう薬剤散布やりにくいですけど、そういうとこ気をつけてねしっかり観察して、いかんかったらちょっと屋根の下で濡れてない時にシュッシュッとするとか、目に見えているような、毛虫だって芋虫みたいなんだったら自分でね直接取るとかね、そういうのを心がけ、もし発見されたらですね、うちも昔畑の五葉松がですね長い雨の間にね芋虫にいっぱい葉っぱ食べられてね、結構枝枯れたっていうのがあったんですよね。薬剤散布しようと思っても雨降ってたからやれないと。でその雨の間に食べられるみたいなのがあったんで、そういうなかなかないとは思いますけど、あったらねできたら直接取ったら間違いないですね。あと日当たりがどうしてもね雨が続くと悪いんで、なるべく日当たりが必要なタイプの木はもうしっかり、それでもどうにかね自分の置き場の中でも日当たりのいいとこ探してね、置き場も考えてもらったらなと。こういう弱ってる木だったらでもやっぱ、日当たりはいい方がいいですね。しっかり乾いて水やるっていうのがいいんで、どっちにしても小白系は松類は日当たりはもうだいたいいいところは選んでおいた方がいいと思います。とにかく雨がいっぱい降るからといって油断して水やらないっていうのがまずあんま良くない点で、しっかり確認するっていうのと、長い雨の間はちょっと弱ってる子は雨の当たらないところに引っ込めるとか、ちょっと面倒ですけど、
その水管理やっぱ大事なので、そこ気をつけていただけたらなと思います。はい、本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録、高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。